皆さんこんにちは。高知生態統計学分野の柿塚です。私の研究室では難病の治療を目指した基礎研究を行っています。特に力を入れているのが神経変性疾患、代謝性疾患、がんの3つの分野です。今日は神経変性疾患の一つ、アルツハイマー病に対する最近の研究成果をお話しさせていただきます。我々の研究でホップの抽出物にアルツハイマー病モデルマウスに対する顕著な発症予防効果が観察されました。ホップというのはビールの苦みをつける成分でありますが、中国では古くより生薬として使われています。実際に我々が作成したアルツハイマー病モデルマウスにホップのエキスを投与することによって発症の予防、進行の遅延が観察されました。まず最初にアルツハイマー病の発症までの経過を簡単に説明させていただきます。アルツハイマー病の発症では Aβ と呼ばれる小さなペプチド断片が産生されることが最初のステップだと考えられています。Aβ は APP と呼ばれる大きな全肉体タンパク質の一部です。この APP は大きく2つの代謝経路によって分解されると考えられています。アルファセクレターゼで切断されますと、この切断は Aβ の中で起こりますので、もう Aβ は産生されなくなります。一方、βセクレターゼで切断され、それがさらにガンマセクレターゼで切断されることによって Aβ が産生されます。すなわちこのガンマセクレターゼによる切断が Aβ の産生に非常に重要なステップであるということが分かります。で、産生された Aβ は脳に蓄積し、このような老人斑というような、病理像を形成し、それが引き金となって神経細胞が死に、その結果記憶・学習能力の低下が引き起こされ、それが認知症という形になって現れます。アルツハイマー病の発症でもう一つ重要な点があります。それは Aβ の蓄積開始からアルツハイマー病発症までに10年から20年という非常に長い年月がかかるということです。もう少し具体的に説明しますと、Aβ の産生というのは正常な方でも40歳代から始まると考えられています。アルツハイマー病ではこの Aβ の蓄積が急激に起こり、その後また長い年月を経た後、軽度認知障害、さらに認知症が引き起こされます。ですからアルツハイマー病の治療を考えたとき、特に Aβ の産生を抑制しようと考えると、非常に長い年月にわたって治療薬、予防薬を飲み続けなければならないことが容易に推測できます。ですからアルツハイマー病の治療を考えると、このような治療薬には安全性ということが最も重要な性質であるということが要求されます。そこで我々はそのような安全性の高いアルツハイマー病の予防薬を提供するにはどうすればいいかということを考えました。そこで目をつけたのが漢方薬です。漢方薬は中国では何千年にわたって人に投与した実績があり、おおむね安全と考えられています。またほとんどのものが経口で摂取が可能で、したがって発症前にも自ら摂取するということが可能となります。私たちのラボには1500種類を超える植物エキスを持っておりまして、それらに対してですね、先ほど見ましたAβの産生、すなわちガンマセクレターゼの抑制活性を指標にスクリーニングいたしました。その結果、生薬の皮種化にガンマセクレターゼに対する強い阻害効果があることを発見いたしました。皮種化とは一体何かということですが、それが先ほどお話ししましたようにホップの雌花の抽出物です。中国では牽引薬、鎮痛剤として現在でも使用されていますし、
近年、女性ホルモン様作用を有することが明らかとなり、更年期障害の治療等にも応用されております。一方、欧米ではハーブとして不眠の改善、生活習慣病の予防にも使用されているそうです。このスライドでは実際にホップエキスによって Aβ、特にAβ40、Aβ42の分泌が抑制されるということを示した実験結果です。培養細胞に APP を発現させますと、内在性のガンマセクレターゼによって Aβ の産生が起こります。そのような細胞に、テスト薬、ここではホップエキスですがを加えて、その Aβ の産生をELISAという方法で検出したものです。左側の DAPT と呼ばれるものはすでに市販されているガンマセクレターゼの阻害剤です。ご覧のように DAPT およびホップエキスの容量依存的に Aβ40 もしくは Aβ42 の産生が抑制されているということが分かります。次に我々はどのような構造物がこのガンマセクレターゼの阻害活性を持つのかということを検証しました。ここのスライドに示したのがその生成過程を表したフローチャートです。まず最初にブライダイヤ法という方法でホップエキスを水に溶ける分核と油に溶ける分核に分けました。このガンマセクレターゼ阻害活性が油に溶ける分核に移行しましたので、その分核をさらに HPLC で分割し最終的な生成物を得るという流れです。これが最初に行った HPLC による有効成分の分離のパターンです。この最初の方に現れたところにガンマセクレターゼの阻害活性が検出されましたので、その後さらに3つの HPLC を繰り返すことによってシングルピール、つまり単一物質になるまで生成をすることに成功しました。1回の生成ではほんのわずかの量しか得られませんでしたので、この生成過程を何十回も繰り返し、最終的に 2mg の生成物を取得し、それに対してさらに NMR 等での解析を行いました。質量分析による結果、この生成物の分子量は416であるということが分かりました。で NMR によって構造解析を行ったところ、ご覧のような構造をしており、これはガルシニエ・リプトン HC と呼ばれている既存の物質であることが分かりました。この物質はガルシア、フクギと呼ばれる植物から生成したもので、やはり植物由来のものでありました。続いてこのホップエキスにアルツハイマー病の予防効果があるかどうかをマウスにおいて検証することにいたしました。そのために使いましたのがモリス博士が考案した水迷路試験という方法であります。マウスは水が嫌いですので、水に落としますとそこから逃れる方法を探すために泳ぎ回るわけです。でこの実験ではプールの水を白濁させていますが、ある場所にマウスが避難できるプラットフォームが置かれています。またこのプールには位置の目安となるような景色が書いてありまして、マウスはその景色、模様を目安にプラットフォームの場所を記憶するわけです。ですから健全な記憶学習能力のあるマウスは1日目から5日目にかけてプラットフォームにたどり着く時間が短くなっていきます。これが実際に行った実験です。花壇に示すようにマウスはくるっと景色を見渡してプラットフォームのある位置を思い出し即座にプラットフォームにたどり着きます。実はこのマウスがホップを取らせたアルツハイマー病モデルマウスです。一方、水のみを飲ましたアルツハイマー病モデルマウスは上段で示しておりますように、いつまでたってもプラットフォームの位置を思い出すことができません。ですからプラットフォームにたどり着くまでに非常に長い時間がかかるわけです。赤で示したのが野生型マウスで、
ご覧いただけますように、ホップエキスを飲ましたアルツハイマー病モデルマウスは野生型マウスに匹敵する記憶学習能力を持っているということが分かります。次に実際にこのようなモデルで Aβ の蓄積がどうなっているのかを抗 Aβ 抗体を用いて解析をいたしました。赤で示した領域マウスの大脳皮質において顕著な違いが見られます。水のみを飲ましたアルツハイマー病モデルマウスではこの茶色に示したように Aβ の顕著な蓄積が認められますが、ホップを摂取させたマウスはその蓄積が大幅に減少しております。もちろん野生型マウスはほとんどそのような蓄積は認められません。このスライドは先ほどの部分を拡大したもので、その花壇は実際に蓄積量を定量したものですが、野生型マウスに比べアルツハイマー病モデルマウスで顕著な Aβ の蓄積があること、その蓄積がホップエキスの投与によって抑制できることが見て取れます。これは別の実験ですが、Aβ蓄積に Aβに親和性のある FBS という色素で染めた時の蛍光像を示しています。これも先ほど同様、水のみを飲ましたアルツハイマー病モデルマウスでは顕著な Aβ の蓄積が観察されますが、その蓄積がホップエキスの投与によって抑制されていることが明らかとなります。以上の実験からホップエキスの摂取によって Aβ の蓄積を抑制し、アルツハイマー病の発症を予防することができたということを示せたと考えております。最初に述べましたが、我々のラボではいろんな難病に対する治療を目指した基礎研究を行っております。これらのこのような研究にですね、興味ある方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちのラボに参加していただけたらありがたいと考えています。どうもご清聴ありがとうございました。